ハローマットです。ここはサウザンプトンです。ニューヨークに何度か旅行に来ていると、そろそろ郊外に日帰りで行ってみたいと思いませんか？選択肢としては一つがハドソンバレー、もう一つがハンプトンズですよね。ただハンプトンズの場合、範囲があまりにも広すぎて車でしか行けないんじゃないのかとか、電車の場合どこで降りたらいいのかわからないという方が多いと思います。今回はこのルートなら文化と歴史を感じることができて、かつ日帰りができる、そういうコースをお見せしたいと思います。で、今回の目的地は昨年の全米のビーチランキングで1位に選ばれた場所です。では行きましょう。歩き始める起点はこのサウサンプトンの駅からになります。小さな駅で、ほとんどね誰もいないんです。結構おしゃれなね人が多いんですよね。で、さっきね僕ここを歩いてきたんですけど、鹿が出てきたのでちょっと撮影したんで後で入れますね。今ちょっと歩いてたら鹿が出てきました。これねハンプトンの駅前です。で、実は僕は今日は車で来ました。その理由が日曜日なんですけど、日曜日しか、お休みがないのと、朝行こうかどうしようか迷ってたんですね。天気はねちょっと曇りなんですけど、この後晴れてくるんで急遽ねこちらの方に来たんで、なので車で来ました。で、もし電車で来る場合はだいたいグランセントラルから片道2時間半ちょいだと思います。ですから東京大阪間を日帰りする感じですね。なのでかなりのね覚悟が必要です。欲を言えば一泊したいですね。ハンプトンズといえば超高級別荘地です。そのお屋敷を移すっていうことよりも、今日はこの文化的な場所でもあるので、それも紹介したいと思ってます。駅の周辺からねちょっと離れたところからは街が始まるので、今駅から歩いてきてこっちに曲がっていきますから、そしたら再度撮影をしたいと思います。で、今駅から200メーターぐらいかな歩いてきました。こういう風に綺麗なね手入れされたお家が続きます。向こうもそうですね。穏やかな、本当に理想的なお家ですね。あ、そこに珍しい車が、これ SL じゃないですか、昔の。これあれね 280SL ですね。スーペルライテレヒトですね、昔の。そう、だから古い車も手入れして皆さん乗ってるんでしょうね。で、あっちにも。なのでこの辺はお店とかは全然ないんですけど、ちょっとねお家を見ながら歩くのにもいいと思います。みんなね結構可愛いんですよね。ちょっと木で見えないですけど。で、ハリウッドスター、そのセレブリティのお屋敷とかが、お屋敷っていうかもう巨大な別荘があるのはもっと離れてます。じゃあ誰が住んでるのってことなんですけど、僕が今までなんかいろんなメディアとかそういうもので記憶しているのは、例えばビル・ゲイツさんとか
それからあとトム・クルーズもそうですかね。あとそうだな、ウィネス・パルトローもそうか、サラ・ジェシカ・パーカー、ボンジョビもそうかな。そうだからね、すごいたくさんの、当たり前ですけどね、スターが住んでます。住んでるっていうか、まあセカンドハウスを持ってますね。そんな感じですごいね。でも落ち着いてますよね。あ、これサザビーズで売りに出てますね、オープンハウス。これね、ちょっと覗いちゃいけないのかな。覗いてみようかな。あ、これか。いくらなんでしょうね。でもそれこそトム・クルーズとかその人たちのお家って確かに100億円とかするんですよね。なんか桁違いなんですよ、何もかもが。で、そんなエリアなんですけど、本当にね、お家美しいですよ、みんな。で、手入れされてます、この辺も住んでるところは。なかなかね、目にすること少ないでしょうし、あと暮らしてる人がやっぱり元からのアメリカ人ってわけじゃないんですけど、だからイギリス系、13植民地の頃からのアメリカの人だから、前から歩いてくる方たちも、健康的ですよね。まさにね、こちらのライフスタイル、今みたいな方々の格好だと思います。あ、今リスが走ってますね。リスはね、そんなに珍しくないですよね。でもさっきの鹿はちょっと嬉しいですね、会えると。だからすれ違う人がやっぱりアメリカの方が多いですね。ニューヨークって南米の方すごく多いですし、あと僕もそうですけどアジアの人もたくさんいますから、もうまさに超ダイバーシティの極みみたいな街ですけど、こちらはね、本当に綺麗なアメリカがあると思います。なんか夢のような暮らしですよね、皆さんね。本当にこんな街並みというか、お家を眺めながら中心部まで歩いていきたいと思います。もうここを歩くだけでも気持ちいいですね。そうで、僕ね、今自分が歩いてきた通りをお話しするのを忘れちゃいましたけど、ノースメインストリートです。で、この三角の三サロのところからメインストリートに入ります。この辺から少しずつね、お店ができてきます。ですからサウザンプトンが、もちろん日帰りで来るということ、一泊でもなんですけど、もうここしか実はね、選択肢としてないと思うんですね。これよりも先というか、モントークの方はちょっと非現実的ですから、だから観光でハンプトンズ来るとしたら、このサウザンプトンがね、一択だと思います。で、今メインストリートを歩いていくんですけど、ここもね、素敵なお店っていうかお家もねあるので、雰囲気いいと思います。で、予想通りね、だいぶ天気が良くなってきましたね。実はここに来る途中はずっとね、雨が降ってて、でも天気予報は晴れになってたので、来てやっぱり良かったですね。ハンプトンズはね、たくさん街があるんですよ。例えば有名なモントーク、それからあと反対側のザグハーバーとかね。で、僕がお仕事で出会った方とかも結構ね、お家持ってたりします。だからちょっと変わった文化で、
夏しかオープンしないところ多いですね。だいたい6月5月はやってないか、6月からか。だから夏の間だけ、そういう文化ですね。ここまだ今日やってないかな。そうで少しずつ増えてきますね。でもどこも一軒家で空気もいいし、いいですよね。まずね、おすすめっていうか、もし一泊で来るとしたらここがいいと思います。ここね B&B なんですけど、7008 The House、そういう名前なんですけど、ちょっと後ろから撮ろうかな。ここはすごくね、これ分かりやすいな。13州の時の国旗が掲げられてますけど、その頃の文化を学んだり、学ぶっていうか肌で感じることができる、すごくね有名な B&B で、ここにね宿泊して当時のね歴史あるこのハンプトンズの暮らしというか、そういうのに触れられます。歴史あるって言ってもそんなにもう300年とかの歴史じゃないんですけどね、もともとは漁業しかなかった町で、そこにマンハッタンというかニューヨークから、人々が移ってきて、で別荘地としてこう、成り立ってきた町ですから。だから日本でいうとどうでしょう、葉山とか軽井沢とかになるんですかね。いよいよねここから一気に人が増えて華やかになります。ですからこの交差点から、今のB&B9008 からまっすぐなんですけど、ここの交差点、こっちにもねお店ありますから、ここからね見始めるのがいいです。手振ってくれてますね。でも車もいいの乗ってますよね。これちょっと向こう側に渡ろうかな。さっきね僕ここのカフェで食べたんですけど、それがねちょっとびっくりしたんですけど、この町はもう皆さんご存知だと思いますけど、規格外のお金持ちの人多いんですね。で僕座って食べてて、隣の男の子、20歳ぐらいの男の子をちょっと見たら、その子のね時計がオーデマピゲだったんです。オーデマピゲのロイヤルオークで、こんな若い子そういう時計してるんだと思って、でちょっと驚いて、でも今歩いてる子たちも本当にアメリカンらしいですよね。めっちゃおしゃれ。今ね反対側から撮ってます。あれも古い古いベンツとかすごいですね。手入れしてるんですね。やっぱりハンプトンズすごいですね。で今渡って、ここゴールデンピアって言うんですけど、そうそう、これが今の交差点ですね。メインとこれヌージェントっていうのかな、この交差点です。でこのまま歩いていきます。まだいっぱいなんだここ。 Google のね口コミあんまり良くないんですけど、いっぱいですね。それでもそうでも本当にアメリカらしい方多いですよね。だからハドソンバレーもそうですけど、なんかね本当のアメリカがここにある雰囲気が漂ってますね。僕のような人とか少ないですよやっぱり。でいろんなお店があって、要はだからこのエリアに来て数時間過ごすだけというか、1、2時間過ごすだけでも
十分にねこのハンプトンの雰囲気はつかめると思います。でコーディネートもみんな白とベージュ、白と白、それから白とブラウン、いやもうほんと素晴らしいですね。いやもう混んでます。これ雰囲気分かりますよね。本当にね楽しいですね、歩いてると。だからなんかもうこれだけで雰囲気つかんだ感ありますね。でもちろん海も近いのでこういうビーチっぽいねウェアもたくさん売ってますし、あれこれさっき走ってた車かな。でもちょっと違うな。だからマンハッタンとは違う感動がありますよね、ブルックリンとか。ハドソンバレーもそうですけど僕ねすごく好きですね。でこんな感じですけど本当にね気持ちいいですね。若い子も多いですしね。でもね皆さんね車で来てます。あ、そうそう、僕も車ねここにこのラインに止めたんですけど、ここにこのパーキングね無料ですから2時間まで無料って言われました、おじさんに聞いたら。だけどずっと止めとけばいいじゃんって言ってくれて、なのでずっと止めてます分からないことがあったら聞いちゃった方がいいですよね。でずっとね歩いていきます。今カメラ止めずに来てるのでどのぐらいの距離か分かりますよね。あ、これジマーマンかね、こういうのがあったり、で次もかけるな。でだいたいね次の交差点までですかね。それがね本当のメインストリートだと思います。うん、そう最初ここで食事しようかなと思ったんだけど、チーズショップお店の数少ないんでどこも混んでますね。確かねこの辺にラルフローレンがあったはずなんだけど、あれでも白っぽいコーディネートやっぱり多いですね。まあみんな健康的で短パンの比率が高いのがアメリカですね。ちょっとこっち曲がってみようかな。でも今のここまででいいと思います。この交差点、これがこれかメインストリートとジョブスの交差点まででいいと思います。ちょっとだけこっち行ってみようかな。で後でねミュージアム、この歴史を学べるミュージアムとかがあるので、そこもすぐそこなんですよ。すぐそこなんで行ってみたいと思います。でもこっちにもお店結構ありますね。そうだから僕ねメインストリートだけかなと思ったけど、こっちでもいいのかな。こっちもいいですね。あ、これねサウスアンプトンアートセンターでこういうのもあったり、
で僕は今日車で来たんですけど、マンハッタンからおよそね1時間半ぐらいかな。で雨だったのでちょっとゆっくり来たんですけどね。もちろん僕は車持ってないんで、ハーツレンタカーで借りて、で来ました。でハンプトンまでっていうかロングアイランドのこちらの方に来る時、モントークまではよく高速の料金のシステムに対応するオプション選択する人いますけど、それないので、だからそれはいらないですね。あ、ラルフローレンここだった。ラルフローレンもねありますね、ここに。だからこんな感じで、この辺までかな。あ、これね、これリビアン知ってます？第2のテスラになるんじゃないかと期待している人が多いリビアンです。ではさっきのメインストリートとジョブスまでの交差点に戻りたいと思います。メインストリートとジョブスの交差点に戻ってきて、この境界のところを左に行きます。ちょっと分かりづらいんで地図入れますね。で向かう先はここですね。サウザンプトンヒストリックミュージアムといってもメインストリートからすぐでもそこに見えてるんですけどね。ですからメインストリートを闊歩して、お茶飲んだりなんかして、ここだけはね見ておくと、この界隈のね、この界隈っていうかこのサウザンプトンに限らず歴史とか学べます。ここです。ここはだからね絶対におすすめなんです。あれやってないのかなこれ。あれちょっとやってないかもですね。でもすごい綺麗ですね、やっぱりね。ちょっと前まで行ってみようかな。あら、でも手入れはされてるんで閉館とかじゃないでしょうね。今日やってないのかなこれ。ちょっと残念ですけど、はい、僕以外の人も来て入れないからみんな待ってますね。でもしょうがないですね。でも来る前にウェブサイトでちょっと確認した方がいいですね。ここはこちらもねずっと映します。こんな感じでジェシー・ハルゼーさん、サン・オブ・サウザンプトン・サーベント・オブ・ザ・ワールド。サウザンプトンの息子は、サーベント、召使いっていうことですけど、世界のためにっていうことですね。ロイヤル・ディスプリン・オブ・クリスト、だから敬虔なキリスト教者。He ennobled life、彼の誇り高い人生はハンブルタスク、つつましい仕事、エンリッチとか、そのつつましい仕事は豊かにしたすべてを by his love、 彼の愛でと書いてありますね。ですからここちょっとオープンしてたらよかったんですけど、もしくは昔写真撮っておけばよかったかなと思います。ではこれからせっかくなんでここからね海まで歩こうと思ったら歩けるんですね。もちろんウーバー使ってもいいですけど、なのでハンプトンの海とサウザンプトンの海を映して見ていただきたいと思います。Make a
slight right onto Hill Street. 今メインストリートからビーチの方に向かってます。もうすぐビーチなんですけど、ビーチ沿いにもたくさんお屋敷が、ね、並んでます。 In a quarter mile, turn left. クォーターマイルだからもうすぐかな。駐車場にね来ましたね。 Turn left, then you will arrive at your destination. ここです。今車を止めて上がってきました。暑いんですけど、すごく風はやっぱり冷たいので気持ちいいですね。いや結構ね波強いですね。水もね結構冷たいですね。今日はマンハッタンから、なんとか日帰りで来れるハンプトンの唯一の選択肢サウザンプトンをご紹介しました。で僕のチャンネルでは、ニューヨークの詳しいガイドを作りたいと思っています。でもし面白いと思ってくださったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では失礼します。